江戸時代のおにぎりを作ってみた。たった一つのご飯に隠された昔の知恵。導入。コンビニのおにぎりは江戸時代にもあった。コンビニのおにぎりが並ぶ棚、梅、鮭、昆布、ツナマヨ。皆さんはおにぎりは好きですか？コンビニに行けばいつでも買えて、忙しい朝のお供にもお昼ご飯にもなる日本を代表する食べ物です。でも、もし江戸時代にコンビニがあったらおにぎりは並んでいたのでしょうか？竹の皮に包まれた三角ではないおにぎり、湯気が立ち上る、焼き味噌が香ばしく焼ける梅干し、塩むすび。実は江戸時代のおにぎりは今のおにぎりとは少し違っていました。形も包み方も、そして中に入れる具材にも昔ならではの知恵が隠されていたのです。あきらくんがおにぎりを口へと運びます。こんな食べ方があったんだ。今回は実際に江戸時代のおにぎりを作ってその味を体験してみます。そうすると昔の人たちがなぜおにぎりを何百年も食べ続けてきたのか、その理由が少し見えてきました。第一章、おにぎりはいつ生まれたのか。縁側。あきらくんがおにぎりを見つめています。おにぎりって昔から三角だったのかな？実はそれが違うんだよ。にゃ。実はおにぎりの歴史はとても古く、日本では1000年以上も前からご飯を握って持ち歩く文化があったと考えられています。当時は農作業や旅の途中でも食べやすいようにご飯を手でまとめて持ち歩いていたのです。そんな昔からあったんだね。江戸時代になるとおにぎりはもっと身近な食べ物になったの。江戸の町には職人、商人、飛脚、農家、多くの人が忙しく働いていました。そんな人たちにとって手軽に食べられて持ち運びやすいおにぎりはまさに理想のお弁当だったのです。田んぼで働く農家、街道を走る飛脚、川辺で休憩する旅人、それぞれがおにぎりを食べています。今で言うお弁当みたいだね。そう、でもね、今のおにぎりとは少し違うところもあったんだよ。どこが違うの？まず形、三角だけじゃなかったの。実は江戸時代のおにぎりには丸いもの、俵のような形、これらのように食べやすさを考えたさまざまな形がありました。現在のような三角形が広く親しまれるようになったのはもっと後の時代と言われています。へえ、ずっと三角だったと思ってた。それだけじゃないのよ。包み方にも昔の人ならではの工夫があったんだよ。にゃ。今ではラップやアルミホイルで包むことが当たり前ですが、江戸時代にはそんな便利なものはありません。では昔の人たちは何でおにぎりを包んでいたのでしょうか。そしてどんな具材を入れていたのでしょうか。竹林、風に揺れる竹、竹の皮、味噌、梅干し、炊きたてのご飯。次の章では実際に江戸時代のおにぎりを作りながら昔の人たちの知恵を一つ一つ見ていきましょう。第2章、江戸時代のおにぎりを作ってみる。朝の柔らかな光、かまどで炊いたご飯がまだほんのり湯気を立てています。昨日盆には塩、梅干し、味噌、そして一枚の竹の皮。わあ、
炊きたてのご飯だ。これだけでも美味しそうだね。まずは手を水で濡らして少し塩をつけるのよ。おにぎり作りはとてもシンプルです。でもそのシンプルさの中に昔の人の工夫が詰まっています。塩には味をつけるだけでなく、食べ物を長持ちさせる役割もありました。だから塩むすびが多かったんだね。そう、毎日食べるものだから手に入りやすい材料が一番だったんだ。江戸時代のおにぎりはぎゅうぎゅうに固く握るのではなく、食べやすいように程よい力加減で握られていたと考えられています。ふんわりと握ることでお米の食感も楽しめます。力を入れすぎない方が美味しそうだね。お米が潰れないように優しく握るのがコツなんだよ。梅干しは江戸時代にも人気の具材でした。酸味があるだけでなく保存性にも優れていたため、旅や農作業のお供として重宝されていました。梅干しって昔から人気だったんだね。それだけじゃないのよ。今日はもう一つ江戸時代らしい味を作ってみようね。香ばしい香り。いい匂いだね。焼き味噌も江戸時代によく食べられていた味の一つです。味噌を軽く焼くことで香ばしさが増し、ご飯との相性も抜群でした。家庭によって味噌の種類や作り方が異なり、それぞれの家ならではの味があったのでしょう。こうやって味噌を少し塗って焼きおにぎりみたいに仕上げるよ。これが竹の皮なの？そう、昔はラップの代わりだったんだよ。竹の皮は昔からおにぎりやお弁当を包むために使われてきました。通気性が良く水分がこもりにくいため、ご飯が美味しい状態を保ちやすいとされていました。さらに竹には古くから衛生的な包装材として利用されてきた歴史があります。自然のラップみたいだね。昔の人は身近な自然を上手に暮らしに生かしていたんだね。便利な道具がなくても自然の力を借りながら工夫して暮らす、そんな知恵がおにぎり一つにも詰まっていました。第3章、食べてみた。縁側、風が心地よく吹いています。3人の前には塩むすび、梅干しのおにぎり、焼き味噌のおにぎり。どれから食べようかな。まずは塩むすびから食べよう。あきらくんは塩むすびを一口頬張ります。これ美味しいよ。塩だけなのにお米の甘さがよくわかる。シンプルだからこそお米本来の味が引き立ちます。毎日食べても飽きない、それが塩むすびの魅力でした。次は梅干し。すごく酸っぱいよ。でもこれはご飯とすごく合うと思うよ。そう、疲れた時にもぴったりだったんだろうね。梅干しは暑い季節や長旅でも重宝された保存食でした。梅干しとおにぎりとの組み合わせは今も昔も変わらない人気です。次は焼き味噌。香ばしい香り。焼き味噌を一口頬張ります。これ美味しい。味噌が香ばしくてご飯がどんどん進むよ。これは今でも作ってみたくなる味でしょ。どれも特別な材料ではありません。でも身近な食材を工夫して美味しく食べる、それが昔の人たちの知恵でした。コンビニのおにぎりも好きだけど、昔のおにぎりも負けないくらい美味しいね。何百年も食べ続けられてきた理由が少し分かった気がする。おにぎりはただのご飯を握っただけの食べ物ではありません。
忙しく働く人を支え、旅をする人を励まし、家族のお腹と心を満たしてきた日本の暮らしそのものだったのです。夕日に照らされる竹の皮に包まれたおにぎり。では、なぜおにぎりは何百年もの間人々に愛され続けてきたのでしょうか。次の章ではその理由をもう少し深く探ってみましょう。第4章、なぜおにぎりは何百年も愛されてきたのか。午後の柔らかな日差し、縁側でおにぎりを食べ終えた3人。心地よい風が吹き抜けます。おにぎりって思っていたより奥が深いんだね。昔の人にとってはただのご飯じゃなかったんだよ。江戸時代、おにぎりは農家にも旅人にも飛脚にも愛されていました。忙しい毎日の中でも片手で食べられ、持ち運びやすく、お腹もしっかり満たしてくれる、まさに暮らしを支える知恵だったのです。田植えの合間におにぎりを食べる農家、街道を走る飛脚、橋のたもとで休憩する旅人、子供がお弁当を持って出かける様子。今でいうお弁当以上の存在だったんだね。そう、保存しやすくて持ち運びやすくてすぐ食べられる。昔の人にとってはとても頼もしい食べ物だったんだよ。しかもおにぎりは特別な料理ではありません。毎日のご飯を少し工夫するだけだからこそ、どこの家庭でも作ることができました。難しい道具も特別な材料も必要ありません。身近なものを大切にする、それが昔の暮らしでした。これなら今でもできそうだね。もちろんよ。災害の時やアウトドアの時にでも役に立つ知恵だよ。便利な時代だからこそ、昔の知恵を知っていることはもしもの時の安心にもつながります。そして何より毎日の食事を少しだけ豊かにしてくれるのです。夕日が田んぼを黄金色に染めています。最終章、一つのおにぎりが教えてくれたこと。夕暮れ、縁側、湯飲みとおにぎり。遠くでは日暮の声、静かな時間が流れます。あきらくんはおにぎりを見つめながら、今日美味しかったのはおにぎりだけじゃなかった気がする。どういうこと？それはね、握る時間、竹の皮で包む時間、みんなで食べる時間、全部が美味しかったんだ。あかねちゃんは優しく微笑みます。昔の人はおにぎりを作る時間も大切にしていたのかもしれないね。虎は満足そうにお腹を見せて寝転がります。いや、私たちは毎日のようにおにぎりを食べています。でもその一つ一つには何百年もの知恵と工夫が受け継がれていました。塩、梅干し、焼き味噌、竹の皮、どれも特別なものではありません。身近なものを大切にし、自然の恵みを生かしながら暮らす、そんな昔の人たちの姿がおにぎりの中には今も息づいています。あきらくんは空を見上げます。おにぎりってこんなに奥が深い食べ物だったんだね。小さなおにぎりの中にも昔の人たちの暮らしがぎゅっと詰まっているんだよ。便利な暮らしは私たちの毎日を豊かにしてくれました。でも昔の知恵を知ることで、その便利さのありがたさにも改めて気づくことができます。昔の暮らしは懐かしいだけではありません。未来をもっと豊かにするヒントがたくさん詰まっているのです。虎は元気よく立ち上がり、田んぼの方へ歩き出します。にゃお。そうだ、次は江戸時代の朝ごはんを食べてみたいな。
あかねちゃんは笑顔でうなずきます。きっとおにぎりと同じようにたくさんの知恵が見つかると思うよ。今回のおにぎりも前回のかまどご飯と同じように一杯のご飯から始まる物語でした。次回は江戸時代の朝ごはんを再現しながら昔の人たちが毎朝どんな食卓を囲んでいたのか一緒に見ていきましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんの地域にはおにぎりにまつわる思い出や昔から伝わる食べ方がありますか？うちでは味噌を塗っていたよ、竹の皮で包んでいたよ、そんなお話があればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの思い出もこの動画の続きを作ってくれる大切な物語になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。